皆さん、こんにちは。ジャンク品の修理にチャレンジしているガオガオです。今回、修理するのは MSI 製のグラフィックボード GTX1060 エアロになります。この GTX1060 は2017年頃に発売されたグラフィックボードで、まだ現役で使用されている方も多いのではないでしょうか。症状は全ポート映像出力なしのジャンク品として販売されていたものを購入しました。封印シールは破られていないので未分解の状態だと思います。それでは最初に基板の目視チェックをしていきます。バックパネルがついていないグラフィックボードは取り付けの際に周辺と接触させて部品を破損させてしまう可能性があります。なので基板を目視チェックし、部品に破損がないかを確認します。この部分の部品が2つなくなっています。後で顕微鏡で拡大して状態を確認します。さらにこの部分は3つの部品がなく1つは外れかかっています。さらに下のコンデンサー2つが外れかかっています。それでは顕微鏡で詳しく見ていきたいと思います。コンデンサーと抵抗がなくなっています。こちらはコンデンサー2つが完全になく1つは外れかかっています。部品が外れた際に基板のパッドも剥がれてしまうと部品の取り付けはとても厄介になります。下のコンデンサーは基板のパッドと一緒に剥がれかかっているような感じなので取り外す際は注意が必要です。こちらのコンデンサーも外れかかっています。それでは基板のパッドが無事なのかハンダを持って確認したいと思います。部品の銅箔が外れて基板に残っているみたいです。これではコンデンサーの再利用はできません。フラックスとハンダペーストを使用して基板のパッドにハンダを持ってみます。ハンダが漏れれば基板のパッドは使用可能です。ここの2箇所はハンダを盛ることができたので基板のパッドは問題なく使用できると思います。基板のパッドが剥がれかかっているので丁寧に部品を外します。基板のパッドが剥がれかかっていましたがハンダが漏れたので問題ないと思います。こちらのパッドもハンダが漏れたので問題ないと思います。破損した部品の一部が基板のパッドと一緒に剥がれかかっているので慎重に部品を外します。このパッドもハンダが漏れたので問題ありません。それではなくなっていた部品の使用を確認します。この部品の番号は C516 のコンデンサーチップになります。この部品の番号は R548 の抵抗チップになります。これらの情報をもとに回路図から部品の使用を調べます。この回路図は検索サイトで GTX1060スケマティックと検索し無料サイトから入手しました。それでは基板に書かれてあった番号を調べます。検索で C516 を検索します。ここには重要な情報が書かれておりこれと同じ部品を選定するようにします。1、静電容量。2、定格電圧。3、温度特性。4、サイズです。この情報をもとにコンデンサーを選定します。次は R548 の抵抗チップです。1、抵抗値。2、
サイズ、これらの情報をもとに抵抗チップを選定します。これで全ての部品の仕様が分かりました。この情報をもとにドナーの基板から部品を取って移植しようと思います。このようなドナー品を1つ持っておくと部品取りにとても便利です。今回は GTX1070Ti のドナー品を使用します。このドナー品は MOSFET が発火して修理不可になったジャンク品です。それではドナー基板から部品をガンガン取っていきます。それでは部品を取り付けていきます。それでは部品が基板にしっかりついているか確認です。抵抗値が0なのでしっかりつながっています。抵抗値が0の場合、テスター棒間でつながっていることを意味しています。コンデンサーの抵抗値はメモリー周辺で全てつながっているので、だいたいどれも同じ値になります。これも35オームです。これは計測範囲を超えているオーバーフローを意味しているので、基板にしっかり部品がついていない可能性があります。測定値がオーバーフローだった2つのコンデンサーを取り外し、再度ハンダし直します。抵抗値が表示されるようになりました。こちらも抵抗値が測定できるようになりました。それでは
動作確認です。見事映像が表示されるようになりました。 GPU-Z は問題なく認識されています。デバイスマネージャーも問題ありませんでした。それでは FF15 のベンチマークで負荷をかけてみます。設定はフル HD の標準品質です。オーライオーライオーライストップ。FF15 ベンチマークが問題なかったので、フォートナイトでどの程度使用できるのか検証していきたいと思います。設定はフル HD、120fps パフォーマンスモードの設定です。飛び出しの FPS は不安定でしたが、その後は平均的に 120fps は出ているようです。今のは相当危なかったです。相手のエイムが下手で助かりました。あと4人倒せばビクロイです。まさかの隠れていた敵に不意をつかれました。この後10回ほどプレイしましたがビクロイは取れませんでした。ただ GTX1060 でも設定がパフォーマンスモードであれば十分に戦えることが分かりました。これで GTX1060 エアロの修理は完了です。ご視聴ありがとうございました。